KSP2 アーリーアクセスが来たー。BGM が神という噂なのにウプ主が動画のために BGM 切ってるせいで聞けない。初手ウプ主ディスから始まる動画初めて見たわ。ってわけでついに KSP2 アーリーアクセス解禁されたわね。どういうわけで？カステラって美味しいよな。フランだぞ。唐突な自己紹介。カステラにも触れてあげて。さわさわ。カステラはともかくとして最初ぐらい自己紹介しましょうか。今回こそは系外惑星探査してみせるレイムよ。あれ、レイム前作では出演してないよね。私だけだよな。前作からの続投。マリサだぜ。なんで水着なのよ。そもそも前作候補2つある気がするんだけど、レミリアよ。だからなんで水着なのよ。あ、これもう一回自己紹介した方がいいか。スタート。難易度はとりあえずノーマルだけど早期アクセスだからあんまり関係ないわ。ワールド名は前作候補その1の名前を継いで系外惑星探査計画2ね。で、なんで難易度があんまり関係ないんだ？前作でいうところのサンドボックス、難易度の影響が少ないモードしかないからよ。機関の名称はビワます宇宙開発局。ありきたりすぎて面白みに欠けるな。さ、開始よ。うわ、なんか始まった。系外惑星探査計画。Your new space program, leaping forward into the cosmos. Since なんで音飛んでるんだ。 of Kerbal kind, we have looked to the sky and wondered what sublime mysteries lie hidden in the darkness, like jewels never beheld. These untold treasures may soon reveal themselves due to the efforts recently founded Kerbal Space Program. Oh my! I think that might have been the only copy of the orientation film. Hold on! Slides, somewhere. Welcome to your first day running the Kerbal Space Program. This campus hosts the greatest ever gathering of astronomers, astronauts, and engineers. After years of focused effort, this collection of geniuses has created several very impressive buildings. まだ一部使えないけどね。 We believe we have all the necessary pieces to take our first steps off the ground. だといいけどね。The best way to advance our technologies further is to get up there and learn by doing. せやな。 All we need now is somebody to show us how to put all these parts together. Well, we also need somebody to help us out with the flying. それは大丈夫。We need a lot of help, actually. That's why you're here. My name is Paige, by the way. If you need any hints, feel free to visit me over at the training center. Everything in there is well padded, so it's a great place to get up and running. Welcome aboard! さ、まずはやってみましょうか。しばらくはキャリアモードがないからサンドボックスのワールドだな。キャリアモードっていうのは研究が進んでなくて資金もない状態から始まるモードよ。つまり類似年ってことだな。どういうこと？あと前作に倣ってムービーシーン以外は基本4倍速よ。だから前作候補2つあるんだって。全点制圧計画もよろしくね。完結まで更新する気はあるからなってか別シリーズの話これ以上出しても仕方ないだろ。すいませんでした。右上のウィンドウ、読みたい人は一時停止とかして読んでね。生放送の録画で時間かかるからどんどんカットするわよ。今のウィンドウは1からの変更点、トレーニングセンターについてだな。VAB は1から続投か。代わりに SPH は消滅したわよ。よくわかんないからまずは VAB わからないならトレーニングセンターに行けよ。1を知らない方はこの辺り読んでおいた方がいいわ。この辺りをわかりやすく説明するのが実況者の仕事だろ。ここはかなり便利になってるわよ。ここってどこだよ。私は誰だよ。あなたは小笠よ。嘘を教えるな嘘。ステージごとの TWR 表示がないわ。水重比ね。これがわからないのは致命的だわ。あれか夜間の先っちょで白くなるやつ。それは水蒸気。フロートついてますよ。旅行プランナーが追加されたわ。これでいちいちネットでデルタ V マップ検索しなくて済むようになったわね。トレーニングセンター行けって言われてるぞ。ごめん読み飛ばしてたわ。これからしばらく困る運命が決められたわね。さあ、それじゃ打ち上げよ。聞いちゃいない。いくつかアドバイスがあるらしいぞ。まずは右下のフライトクラスター。1とだいぶ見た目が変わってるな。機体の位置情報、軌道情報、速度、角度、気圧、差す RCS 切り替え通信状況、大気効果率上昇率がわかるわね。今の噛まずによく言えたな。ゆっくりだからね。さあ、いよいよ打ち上げよ。カウントダウンが追加されて、臨場感たっぷりよ。パラシュート開いちゃってますけどな。
何も問題なかったわよ。初打ち上げをカットするな。機体の回収ができるって言われてるわよ。どうやって？しかも運悪くトラッキングステーションに着地したからチュートリアル書き消されてないか？八方塞がり。ズームインアウトだってさ。今知りたいのはそれじゃない。マニューバの説明されてるわ。その説明はこの画面ですることじゃないのよ。さっきしれっと自分で画面切り替えてたせいだぞそれは。でトラッキングステーションの説明も続いてるわね。機体回収コマンドを発見。あれ、次の機体製作に戻れないんだけど、打ち上げ前に戻っちゃった。仕方ないわね。もう一回打ち上げ直しましょ。燃料すぐ切れるけどな。燃料枯渇音が独特。この後は完成で飛行するだけだからさらに加速するぞ。もともとカクカクでも16倍速だとヌルヌルだな。計算通り、パラシュート展開。あれ？現状ドラッグシュートはほぼ必須よ。プレイ中はパラシュートのナーフ疑ってたけど空力計算バグ説もあるみたいよ。仕様だとしたら面倒ね。もうこの時点からパラシュート開いちゃえ。ワンみたいに自動展開じゃなくなったのが辛いわね。あれ？パラシュートちぎれてますよ。ありえないぐらいパラシュートつけてきたわよ。どうやらこのパラシュート、加速を鈍らせる程度の効果しかないみたいだな。最小構成の機体すら減速させられないなんて積んでる意味ないわね。トレーニングセンターで勉強してくるわ。Space is the place. てかトレーニングセンターの風景映す意味ある？初見さんからしたらカットされちゃ困る要素だぞ。じゃあフルで見たい方は KSP2 買ってね。今ならスチームで7000円弱よ。みんなが見てるときいくらになってるか知らないけどな。So you wanna get to space. Have you tried rockets? 何度もあるなゲームの中なら。Rockets use fuel and engines to create thrust, which propels them forward. When a fuel tank is empty, it is dropped to stay as lightweight as possible, allowing the rocket to go even faster. These tanks, as well as other expendable parts of a rocket, are called stages. Different stages do different things. Often the first stage is very powerful, with just enough fuel to get the vehicle through the atmosphere. The second stage usually has a low-thrust engine that, while not as powerful, is more fuel efficient. After dropping the heavier first stage and leaving the atmosphere, the second stage engine pushes the much lighter second stage to orbital speed. On a flight to space, the final stage parachutes back down to the surface, ideally in one piece. その最上段のパラシュートが全く仕事しないんですが、結局パラシュート効かない問題の原因と対処法は教えてくれなかったな。A simple rocket requires 4 crucial components: a command module, fuel tank, engine, and parachute. ここからはゲームの操作方法ね。大事そうなところ知っておいてほしいところをダイジェストでお届けするぞ。Here at the KSP, we have 4 different types of engines: launcher, sustainer, orbital, and deep space engines. 圧倒的一時停止推奨な画面。Our one Kerbal rocket doesn't weigh much, so we only need an extra small parachute. Let's go with that one. これより軽い構成でさっき墜落してるんですが、Now, all we need to do is put it on top of the command pod. It won't do as much good on the bottom. 上に取り付けてもあんま意味なかったけどな。みんなして根に持っていくスタイル。Congratulations! You've just built a rocket. Are you sure you haven't done this before? 初めてではない。You've cleared the launch tower and your flight is underway. Let's learn about staging. Rockets are constructed in sections called stages. Each stage is designed for a different part of a mission. When a stage completes its job, it's dropped to shed weight. KSC のロケットってちゃんと管制塔の許可得てたんだ。ワンでは許可なしで離陸してたから大きな進歩ね。If you deploy your parachute too early, it'll be torn off. If you deploy it too late, you'll do some unplanned underground exploration. The sweet spot for Kerbin is between 20,000 and 2,000 meters. おかしいなそのあたりで開いてたと思うんだけど。Missing the ground. If you want to visit space for more than a couple of minutes, you'll need to get to orbit. An object is in orbit when it's moving sideways so quickly that even as gravity causes it to fall, it keeps missing the ground. As long as that object isn't slowed down by anything, it follows the same path every time it goes around the body it's orbiting. Forever. So since your goal is to move horizontally at a high speed, why not launch sideways? On Kerbin, the atmosphere is like a thick soup. You waste a lot of fuel trying to fly through it horizontally. By launching vertically, you cut through the thickest part of the atmosphere as quick as possible. Most orbital rockets begin tilting toward the horizon soon after they leave the launch pad. This maneuver, called a gravity turn, uses the planet's gravity to turn the ship and reduces the amount of fuel needed to achieve a stable orbit. When launching near the equator, your gravity turns should point toward the east, since your vehicle gets a free boost from the planet's rotation. Thanks, planet! Once a vehicle is moving quickly enough that its arc will take it above the atmosphere, it shuts down its engines and coasts to space. Once it nears the top of that arc, the vehicle needs to fire its engines a second time to keep itself from falling back down to the planet. Doing this turns that arc into a nice big circle. Congratulations! You've missed the ground! Anytime we intend to drop an empty stage after using all of its fuel, we connect it to the stage above. また音飛んだ。 In this flight, you're going all the way to orbit. I'll walk you through the process of launching, executing a gravity turn to get moving sideways, coasting to orbital altitude, and doing a final burn at the top of your arc to establish a stable orbit. The nav ball shows your vehicle's orientation relative to the horizon. The blue half of the ball represents the sky, and the brown half represents the ground. The level indicator at the center shows your vehicle's orientation. When you turn, the ball turns. When you roll, the ball rolls. As you gain experience, you
can make your gravity turns more efficient by starting to tilt your rocket soon after liftoff. Adjusting course with a series of small corrections instead of one big one will leave you with a lot more fuel when you get to orbit. We're on a ballistic trajectory. If no further adjustments are made, your rocket will eventually fall back down to the ground. Our objective is to turn this arc into an orbit. The process of turning your trajectory into a circular orbit is called circularization. よしとりあえず半分まだ残ってるのか。ここから先はまだ必要ないから一旦飛ばして先に進むわよ。その前に一言言っていい？チュートリアル長すぎるのにカットしづらいのよ。